見事にバラバラだったな。まずは現状の説明を。私たちは今沖縄県の外れにある無人島に来ています。いやー、さすが無人島。誰もいないね。だな。それでもうカメラも回ってるけど、ここで一体何をするんだい、プロデューサーさん。サバイバルとはまた急だね。一体どういう風の吹き回し？意義あり。意図のわからない質問をする前に、まずはこちらの問いに答えるべきです。落ち着けアリス、ここは法廷じゃない。つまりどういうことだ、プロデューサーさん。夏が好きじゃない？ああ、もしかしてだらーん、ぐでーん。わかりやすくだらけてますね、しゅうこさん。おはよう。涼しい。生き返るぜ。おはようございます。朝からまた暑くなったみたいですね。もう日陰も何もあったもんじゃないよ。どこにいても暑くってさ。そんなりょうちゃんにプロデューサーさんから差し入れだよ。冷蔵庫のアイスキャンディー、ご自由にどうぞ。やりー。ありがとな、プロデューサーさん。1本もらうぜ。それにしても毎年毎年この時期は大変ですよね。冷房がないととても生きていけません。だね。外に出て移動するのも億劫だよ。しゅうこちゃん、日差しと仲良くないし。だろうな。ま、そういう私もフェスくらいしか外出たいとは思わないよ。そうですよね。夏なんて室内にいるのが一番ですよ。好きじゃないですね。好きじゃない。嫌いってほどじゃないが、別にって感じかな。そんな横暴な。あはは、まあちょっとだけダラダラしすぎてたかもね。かもな。まあ今更言ってもしょうがないか。頭切り替えようぜ。カメラ回ってるなら楽しんだ方が得だしな。連れてこられちゃった以上どうしようもないしね。ね、アリスちゃん。まだ納得はできませんが、仕方ありませんね。いつまでも抗議するのも子供じみてますし。それで番組ってことはなんかルールみたいなのあるんでしょ？撮影も自給自足ってことか。ああ、ここに来る前に書いたやつね。お助けアイドルがどうのっていう、てっきりミニゲームかなんかだと思ってたよ。そこは気を使ってくれるんですね。サバイバルなのに。まあなんだ、言いたいことはあるかもしれないけど、とりあえず番組らしくしようぜ。そうだね。せっかく誰もいないんだし満喫しちゃおっか。
こんなこと全然理論的ではありません。そもそも好きになれと言われて好きになるものではありませんし。バッシャーン。何するんですか、しゅうこさん。いきなり水をかけるなんて。拗ねてても始まらないよ。こういう時は割り切っちゃった方が楽だって。それが大人ってやつだよ。だな。じゃあ私もそれ。りょうさんまでやりましたね。5分。先ほどはお二人に流されてつい遊んでしまいましたが、これは大変なことになりましたよ。何せサバイバルです。サバイバルなんですよ。でもプロデューサーさんたちのいる船は見えてるよ。やっほー手振り返してくれてる。悠長に手を振っている場合ですか？どうにか生き延びる方法を探さないと。だな。とりあえず配給されたものでも確認しとくか。お願いします。では私はその間に調べ物を。タブレットが没収されていなくて助かりました。あれ？ここ電波飛んでないんですか？虫くらいしか飛んでないんじゃない？まあこれくらいのことは想定の範囲内です。電波が届かないことくらいミステリーではよくありますし、大丈夫です。ええ。ミステリーか。それは物騒だね。りょうちゃん、配給されたものはどんな感じ？大したものはないな。乾パンに缶詰、水、封筒に入ったヘルプカード、ちょっとした工具にナイフ、あとはシーツ、そんなもんだ。ヘルプカードは封筒を開けるまで誰の名前が書いてあるか分かりませんね。ランダムというのはこういうことですか。懐中電灯とかもないんだ。明かりもないのはちょっと厳しいね。そうです。火はマッチやライターはありませんか？火があれば明かりにもなりますし、お料理も。残念だけどなかった。こうなったら自分たちで何とかするしかないな。なんとかって火をつけるんですか？でもどうやって？そりゃあれでしょ。木の棒でこうゴシゴシって。木の棒でゴシゴシ。じゃあシュウコ、そっちの板を押さえといてくれ。はいはい、いつでもいいよ。行くぞ。うわダメか。うんともすんともしないね。だいたい原始的すぎますよ。いくら摩擦で熱を生み出すと言ってもこれぐらいじゃ全然。アリス、なんでさっきこすってたとこ触ったんだ？いえ、全然効果がないものとばかり思ってたので。でもこれだけ熱ければ希望が持てます。いいから海で手冷やしてきなって。軽く触っただけだけど念のためにね。すみません。行ってきます。シュウコ、悪い。ポジション変わってくれるか？手が疲れちまって。ほいほい、しゅうこちゃんのキツネ日見せちゃうよ。コンコン。
誰か他のつけ方知ってる人？知らない。知りません。ヘルプカードを使おう。いきなりですか？もっと先まで取っておいた方がいいんじゃ。私はりょうちゃんに賛成。だって積んでるし。あたしら全員ずいぶん体力を使っちまった。それにこうしてる間に日が暮れたらそれこそまずいだろ。もったいぶらず大事な時にはちゃんと使わなきゃな。そうですね。わかりました。使いましょう。じゃあ使うぞ。この状況を打開できる人が来てくれればいいんだが。はいさい。こんなに早く出番が来るとは思わなかったぜ。よし、たくみ待ってたぜ。事情は来る途中で聞いたぜ。火がねえんだろ。火のことだったらエンジンのヘッド向井拓実に任せな。わあ、見てください、煙が。ざっとこんなもんや。助かったぜ。ほんとお前の名前を書いておいてよかった。ありがとな。やっぱりょうちゃんだったんだね。たくみんの名前書いたの。ちなみになんで？何があってもどうにかしてくれると思ったからな。気合と根性と腕力で。見る目あるな、よ。さて、仕事も終わったし、私は戻るぜ。お前ら頑張れよ。あったかいね。南の島といっても夜は少し冷えるんですね。ああ、火がなかったらどうなってたか。ほんと神様、仏様、匠様だね。もう足向けて寝られないよ。そうですね。うわすみません、つい。気にすんなって。私も疲れた。今夜は飯食ったらもう寝ようぜ。そうだね。いやー、星が綺麗だ。おはようございます。おはよおはよう。二人とも眠れたか？疲れていましたのでうとうとはできましたけど、ぐっすりとは。う。体中痛いしね。もうこんな感じなのはごめんかな。私もだ。まあ飯でも食いながら今日何するか話そうぜ。それなんだけどさ、実は私自分の分は昨日の夜に全部食べちゃった。サバイバルですよ。一体何を考えているんですか？いやーお昼に遊んだり火起こしでお腹空いてたしさ。私お腹減ってるとなかなか寝れないんだよね。でもだからってまだ始まったばかりなんですよ。アリス、落ち着けって。とにかく私の分半分やるから、それで体力つけろよ。
大丈夫大丈夫、まだお腹いっぱいだから。我慢できなくなったらもらうよ。ならいいけど無理はするなよ。ありがとう。じゃあとりあえず次の目標は家を建てるってことでいいな。食料も問題だけど眠れないのが一番辛いからな。異議なーし。しゅうこちゃん野宿はもう嫌。私も異論はありませんけど、どうやって作りますか？それはまあ探り探りだな。木だのつるだの使ってこうな。そうそう、昔なんて木と紙でできた家ばっかりだったんだし、なんとかなるって。そっちの柱も埋まった？じゃあ固定とってありゃ。しまった、つるがほどけ。あちなみになんだけど、家作ったことある人手あげて。ないな。あります。あれ？ちょっと待ってください。この流れは。ヘルプカードを使おう。やっぱりまだ2日目ですよ。2日目なのに2枚目も。でも雨風がしのげるって大事だよ。あと日差しもね。アリス、本当は分かってるんだろ。あたしらに家は建てられないって。はい。はいさい、こんなに早く出番が来るとは思わんかったぞ。ともえさん、よく来てくれました。事情は来る途中で聞いた。家がないんじゃろ。土建屋の心意気見せたるわ。おう、お前ら出番じゃ。見てください。屋根があります。ああ、こっちには壁もあるぞ。昨日に比べたら天国だね。私はもうここに住む。ドローン。材料は島にあったもんじゃ。これなら番組のルールでもセーフじゃと。ありがとうございます。ともえさんの名前を書いておいて本当に良かったです。そうか、アリスが書いといてくれたのか。でかしたな。どうして巴にしたんだ？ともえさんならどんな状況でも力になってくれると生命力が強そうなので。そう言われると照れるの。本当はイチゴの一つでも差し入れしたかったんじゃが、これはルール違反だそうじゃ。ともえさん、お気持ちだけで十分です。ありがとうございます。姉子たち、アリスをどうか頼む。それじゃあな。日が暮れる前に家ができてよかったね。ああ、ただ動き回ったから腹が減ってきちまったな。ですが食料はもうほとんど。結局しゅうこさんは私たちの分には手をつけていませんし、もともと食料も2日分程度しかなかったってことですね。なんだかんだでお水も結構飲んじゃったもんね。家ができたと思ったら
今度はご飯か。せめて水だけでもなんとかなればな。バンドで貧乏してた頃は水だけで何日か耐えてたもんだけど。でもここは無人島ですよ。飲み水が確保できない可能性も。まあいくらサバイバルって言ってもスタッフさんたちもそこまで鬼じゃないでしょ。多分綺麗な川か池くらいはあるんじゃない？そうだな。ああ、きっとそうだ。きっとどっかにあるはずだ。ざっと見た感じは見当たらないから森の中かな。行ってみる？そうだ。アリスは残って火の番をしててくれ。どうして私なんですか？私が子供だからですか？年齢の問題じゃない。筋力と体力の問題だ。水を運ぶには力がいるだろう。あとはともえちゃんにも頼まれちゃったしね。火の番だって大事な仕事だ。頼んだぞ。はい、いってらっしゃい。というわけで企画の始まりからここまでノンストップで見てきたわけだが、どうだともえ。これは思った以上に本腰の入った企画じゃな。うちらが帰った後はこうなっとったとは。ああ、こりゃガチだぜ。この後どうなるのか全然読めねアリス、姉子たち頑張れ。 CM の後もあいつらの根性見届けてやってくれ。チャンネルはそのまま。さて次は3日目か。水と食料の問題が解決するといいんじゃが。よし、早速見てみようぜ。 VTR スタート。アリスがいない。どこ行っちゃったのかな。自分の分のお水は持って行ってるみたいだけど。寝る時までは隣にいたのに遠くまで行ってなきゃいいんだが。そんなに焦らなくても大丈夫じゃない？賢い子だし。それにスタッフさんたちだって見てるでしょ。いや、それは分かってるけど、もし何かあったら。じゃあ手分けして探そうか。ちょっと島の様子を見たいところだったんだよね。手分けってバラバラになるつもりか？その方が早いっしょ。じゃあね。ああ、おい。まったく自由なやつだぜ。それにしてもアリスのやつどこに？まさか自分でも水辺に行ったんじゃ。迷ったらことだ。待ってろ。アリス、一体どこに行ったんじゃ。水はどうにかなったみてえだけどな。しかしアリスのやつ一人でどっか行くなんて根性あるな。ああ見えてアリス、負けん気が強いからの。ガッツがあるんじゃ。ガッツか。そりゃ見どころがあるな。私だって皆さんの役に立てるんです。たとえ筋力がなくったって。こうした岩場にある石の下には生き物がいるはず。きっと何か食べられる生き物が。
アリス、食料を探しに行ったんか。一人で。ナイスガッツだ。あ、ちなみにカニやら魚やらは捕まえていい許可を取ってあるらしいぜ。匠の姉子、早く続きを。おいおい、そんなにがっつくなって。小さい波とはいえやはり驚きますね。さて次はこの石を動かしてみましょう。よいしょ。待ってください、カニさん。逃がしません。やったやりました。一人っきりで。よくやったの。ああ、本当によくやったぜ。きっと亮たちも大喜びだ。もうすぐ焼けるかな。アリスちゃんみーっけ。どこ行ってたの？しゅうこさん、おかえりなさい。すみません、黙っていなくなったりして。いいっていいって。あら、なんかいい匂い。はい、見てください。これカニ？もしかしてアリスちゃんが捕まえてきたの？はい、小さいですけどお腹の足しになればと思って。そっかいい子だなアリスちゃんは。なでなでしてあげるからこっちおいで。子供扱いはやめてください。もう。アリス、シュウコ、二人とも無事だったのか。安心したぜ。りょうさん、ご心配おかけしました。りょうちゃん、何持ってるの？ロープ？ああ、こいつか。ほい。暗くてよく。へえ、立派だね。よく捕まえたよ。いや、まさか捕まえられるとは思わなかったけどな。人間追い詰められるとどうにかなるもんだぜ。まあとにかくだ。とりあえずこいつ食おう。ヘビ肉か。結構美味しいって話だよね。一応皮とか剥ぐ？皮？そうだな、ナイフはあるし。なんかあれだな、うなぎっぽくないか。だね。ほらアリスちゃんも見てみなよ。怖くないよ。本当ですか？よく見れば似てますね。おいしい。アリスちゃんのカニもりょうちゃんのヘビも美味しいね。
なんか私だけ何もやってないって感じ？そんなことないさ。それに今日一日遊んでたってわけでもないんだろ。まあね。とりあえず行ってみたところにはめぼしいものはなかったかな。そっか。じゃあ明日は別のところを見に行ってみるか。だね。今度は全員でね、アリスちゃん。よし、次は4日目じゃな。火に家、水、あとは食料もなんとかなったな。ヘビもカニもなかなかうまそうじゃった。そうだな。なんつうか必要最低限のものは揃ってきたって感じがするぜ。おう、じゃが油断は禁物じゃ。これからどうなるか。二人とも準備はできたな。それじゃあ出発だ。足元気をつけてね。結構ゴツゴツしてるから。はい。それにしてもうっそうとしていますね。すぐにでも何かが出てきそうです。昨日ヘビを見つけた時も急だったからな。今日も何かいればいいんだが。なんかヤシガニとかもいそうな雰囲気だよね。食べられるかはわかんないけど。磯ガニは食べられましたし、食べられそうですよね。あとはやはりヘビでしょうか。もうヘビ肉の虜になっちゃった？野生味に溢れてきたね、アリスちゃん。ワイルド立花か？そういうわけではありませんけど、ものは考えようかと。ゲームではドラゴンのお肉を食べたりしますし。ああ、なるほどな。そういえばアリスはよくやってるよな、ゲーム。はい、頭の体操になりますし。お二人はゲームしないんですか？ゲームか。ゲーセンにあるのをちょこちょこっとしてるくらいかな。私もそんな感じだ。バンド時代は食うだけで精一杯だったしな。そうなんですか。もっと小さい時も？だね。私の家案外厳しかったからさ。老舗の和菓子屋だし。私んとこもまあ似たようなもんさ。あんまり自分の時間はなかったな。うちもさ、休みの日は実家の手伝いだから、夏休みなんかずーっと看板娘してたよ。ああ、京都は旅行先って感じだしな。夏休みか。なんだか大昔の話だな。アリスはどうだ？夏休みの思い出。そうですね。宿題とゲームと、あとは夏期講習でしょうか。見事に室内だね。じゃあこんな森の中にいることもあんまりなかったわけだ。はい。そう考えれば貴重な体験をしているのかもしれませんね。ちょっと強引ではありますが。違いないな。まあもうちょっと慣れればいい思い出になったりするんじゃないか。そうかもね。あ、ヘビ。どこですか？捕まえましょう。もう磯ガニだけの生活には戻れません。よし、囲め。絶対逃がすなよ。いやー、全員たくましくなったな。自然ってやつはやっぱ強えぜ。ああ、
それとヤシガニじゃが食べない方がいいそうじゃ。ヤシガニが何を食っとるかわからんからな。しかしこれだけ根性がついてくりゃ大抵のことは大丈夫そう。あ、なんだカンペが。何この後大事件発生？どういうことじゃ。とにかく見てみようぜ。歩く速度を上げた言葉。しゅうこさん、大丈夫ですか？ちょっとくじいただけ。うい。見せてみろ。おい、腫れてるじゃないか。大げさだって。大丈夫だよ。これくらいダンスのレッスン中にもなったことあるし。そういう問題じゃありません。もし後まで残ったらどうするんですか？キャンプに戻るのに人手があった方がいいな。よし、ヘルプカード使うぞ。いいな。はい、お願いします。ちょっとへえ、南の島のロケか。それでこの紙は？ミニゲームの助っ人みたいなものですね。わかりました。どれにしましょう。ねえプロデューサーさん、行くのってこの3人なんだよね。じゃあ行っか。りょうさん、ヘルプカードには誰の名前が？見てみろ。そんな。いやー、2人もいれば大丈夫かなって思ったんだけどね。しゅうこさん。まさか私がドジるとは思わなかったからさ。はあ、こうなるって分かってたら誰か書いとくんだったよ。ま、大丈夫大丈夫。自分のミスは自分で責任取るよ。迷惑かけないようにするし。シュウコ、こういう時ぐらい仲間を頼れよ。ヘルプカードだってつまりそういうことだろ。さあ、あたしらに任せろよ。立てるか？うん、ありがとう。移動する前にまずは幹部を固定しましょう。それからスタッフさんにも見てもらわないと。あ、そうだな。さすがに今回は例外だろ。うん。次で5日目か。あくる日の朝には迎えが来るからほとんど最終日って言っていいな。秀子の姉子も大変じゃったが大ごとにならなかったのは不幸中の幸いじゃな。まったくだぜ。おかげで安心して続きが見られるってもんだ。じゃあ最後の VTR スタート。あれ？2人は。動いたらダメですよ、しゅうこさん。安静にしていてください。大丈夫だって。しっかり固定されちゃってるし、これくらいでギブってたら
アイドルやってられないよ。おーい、朝ヘビ取ってきたぞーって寝てなきゃダメだろシュウコ。へえ、2人とも過保護すぎだって。怪我人が生言うなって。あたしらでさばいとくからそっちで寝てろよ。そうです。私だって蛇の皮くらい。はいはい、わかりました。じゃあ怪我人はおとなしくしておこっかな。ああ、そうしろ。アリス、手伝ってくれ。今日のは結構でかい。はい、わかりました。美味しく焼きましょうね。助けられちゃったな。これはどうにも言い訳できないや。借りは作らない主義なんだけど、ま、いっか。なんか言ったか？頼りにしてるって言ったんだよ。いってらっしゃい。さて、飯も済んだし遊ぶか。はい、最終日ですからね。あ、それならしゅうこちゃんも遊ぶ。わかったわかった。でも無理しない程度にな。はーい。じゃあそろそろ寝るか。おやすみ。おやすみなさい。おやすみ。2人もいれば大丈夫でしょって思ったけど、その2人が2人でよかったわ。ありがとう。いやー、見応えあったな。さてスタジオには真夏のサバイバルを生き抜いた3人に来てもらっとるぞ。じゃあ一人ずつ感想でも聞いていくか。まずはアリスから。そうですね。最初は何事かと思いましたが、今までの夏とは違う特別な体験ができたと思います。いろいろあったけど、まあなんだかんだ楽しかったぜ。あといろんなもののありがたみが分かったよ。特に電気な。しゅうこちゃんも楽しかったよ。でも無人島はしばらくいいかな。あ、ちなみに怪我はすっかり治ったよ。感想ありがとうな。さて名残惜しいが番組もおしまいの時間じゃ。最後は全員でタイトルコールしてお開きにしようじゃねえか。さあ行くぞ。ココナツココナツ恋の夏。夏に恋するサバイバル。in 無人島パート1。またなー。またなーって。ちょっと待って、今またなって言ったか？まさか続編が。いやー、なんでも局のお偉いさんがお前らの根性を気に入ったらしくてな。またやりたいって乗り気らしいぞ。ふざけんな！無人島はもうこりごりです。ほほほー。だらーん、ぐでーん。
はいチェックメイトです。あ、待った。どうにも将棋とは勝手が違うの。このチェスってやつは。帰ったぞ。涼しい。生き返るぜ。アイス買ってきたぜ。好きなの取ってきな。やったー。しゅうこちゃんソーダ味ね。私はいちご味を。おう、うちもいちごで頼む。プロデューサーさんもどうだい？そういえばさ、あの番組放送されたよね。おう、そうだな。さすがに見た連中は驚いてたよ。はい友達や両親も驚いてました。それはそうじゃろうな。かくいううちも驚いた。だな。でも結構楽しんでたみたいでよかったぜ。お、それじゃあ次は匠たちが行ってみるか？おう、構わねえぜ。無人島でも山奥でもどんと来いだ。だってプロデューサーさん聞いた？あんなの見せられちゃこっちにも火がついちまうぜ。な、ともえ。おう、見てるだけっちゅうんも尻が落ち着かんからな。次はうちらが行ってもいいぞ。それはそれとしてさ、これから夏真っ盛りだっていうのに、もうしばらく海は見たくないって感じだよ。そうですね。それにできれば飲み水や食べ物の心配はしたくないです。だな。しかしせっかくの夏なのにどこにも行かないってのもな。海がダメってなると山か。テント張ってバーベキューとかよ。いいね。いいテント買って調味料も持って。じゃあネットで評価の高いものを調べてみましょう。なんじゃ、すっかり乗り気じゃのう。うちはアリスたちが夏を嫌っとると思ったんじゃが、まさか本当に夏が好きになったんか？そういうわけじゃないけどさ。あの島での経験は他ではできなかったと思いますし。まあなんだ、自然ってやつに触れ合うのも悪くないって思ってさ。ほー、心境の変化ってやつか。それじゃプロデューサーの策略は大成功ってとこか。言い過ぎかな。だってやっぱり日差しが強いのは嫌いだし。冷房の効いた部屋の方が快適ですし、ネット環境だって欲しいです。飲み物だって手軽に買えるのに越したことはないさ。でも来ちゃったしね、年に一度の夏がさ。本当に夏というものを嫌というほど体感しました。まさに嫌ってくらいにな。けどなんでだか終わってみると案外悪くなかった気もするんだよ。ほんと困ったもんだよね。今日も本当にお日様が高く輝いています。夏ですね。